あ、こんにちは。こんにちは。何か聞こえますか？もうちょっと大きい声出し映ってるのかなこれ。今やってます。どうも、こんにちは。そして、サーリカットでございます。タイに住みます芸人の、入ってるわ。住みます芸人の APK こと、あっぱれ小泉こと、あっぱれ小泉です。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、ちょっとテスト配信がてらね、この火の鳥後編、ガオーの冒険というですね、ゲームをちょっとだらったらとやってみたいと思います。ちょっとまだね、一昨日始めたばっかりなんでですね、ちょっと配信がちょっと設定がいろいろありまして、配信をちょっと設定変えてるんでね、またちょっとテスト配信やらせてもらいます。よかったら皆さん見てる方、コメントとかもお願いします。コメント見れるみたいなんでね。今、タイはすげえ雨降ってますけどね、ちょうどステイホームいいですね。で、このゲームなんですけど、これはコナミですね。コナミっていうメーカーから出てるゲームでございまして、この今だ、ガオーっていう主人公なんですけど、この人がですね、発射してるのがですね、これ、ノミですね、ノミ。鬼瓦を作るやつで、で、なんかこの黄色いやつとか、白いやつとかなんか出てますけど、このノミを作って、そして敵が落とした鬼瓦を使ってですね、進めていくゲームなんですね、これ。懐かしいわ。昔、鎌形くんっていうね、友達が小学校の時にいて、鎌形くん家でずっとやってましたね、これ。鎌形くん見てる？鎌形くん見てたらコメントちょうだい。で、これですね、この主人公、ストーリー的なものを言いますとですね、このガオーってやつは、元盗賊なんですよ、こいつ。盗賊なんですけど、それが改心して、彫師になったんですね。彫師になってですね、この鳳凰の絵をですね、作ったんですが、その鳳凰の絵がですね、何者かに盗まれて、16個の鳳凰の絵を集めに行くというストーリーでございますね。っていうのはこれ現代なんですけど、過去行ったり未来行ったりですね、この後行くんで、ちょっと見ててください。基本的にはアイチャップしましたね。ああいうガオー人形出てくるとアイチャップして、鬼瓦を作ってね、足場を作って、ジャンプしていくみたいな感じですね。画面上のね、ここですね、29個ってありますけど、これが鬼瓦の数なんですよ。で、これが足りなくなったら、こう敵を出てくるんで、これを取るっていうゲームですね。あそこ入りそうだな。やべ、壊せねえな。おい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 。やっぱ無事いいな、これ何年ぶりやったの？ 20 何年ぶりだ。上には出せるんですけどね、上と横にしか出せないんですよ。キツネ邪魔だな、マジで。で、これ普通ジャンプで飛べないんで、そういう時はこう鬼瓦を作って、宝箱を打って、アイテムを取ると。今のは敵全滅のアイテムですね。また入れんかった、あそこ。完全に見た目フクロウだけど、カラスの鳴き声。で、基本的にはこう、鬼瓦を集めていくゲームですね。で、体力がちなみにやばいんですけど、その場合はですね、このおにぎりを食べると満帆になります。いや、意外と体動いてんだな、これずっと。浜形くんちでやっててよかったわ、マジで。あー、逃した、宝箱。これはまだ一面だから簡単な方っすね。で、こんな飛べない段差とかはこういう風にやっていくと。これ今ね、バンコクロックダウン中なんでね、外出禁止制限があるんですよ、夜間。それがなかったらですね、これクリアするまで次やってみたいな。まあ、こんな感じでお手製の階段を作って登っていくんですね。で、体力回復して、敵倒して、ステージの最後にボスがいるんで、それを倒してクリアっすね。いや、永遠に来るじゃん、こいつ。すげえ邪魔。行っちゃいましょう。ああ、もう。こことかも怖いんですよ、これ。落ちたら死ぬから。よっしゃ、相手が。
ホバリング系がめんどくせえな。ヘリが来る前にちょっと。まあでも結構一面だからおにぎりいっぱい出てくるからいいっすね。この主人公山下清じゃないですよ。ガオーですからね。あ、で、ボスだ。これが一面のボスですね。よくわかんねえやつ。これね、本当はこう地道にやってもよかったんですけど、昔やったテクニック思い出した。これだ。閉じ込め。あれ、これでこっちに来れないようにして安全に倒すって方法ですね。ああ、思い出してた。体が動いてる。すげえ。これで1枚ゲット。1名クリア。すげえ、覚えてんだ。人間ってすげえな。小学校の時のテクニック覚えてるわ、まだ。で、これで1枚目だったんで、これを16枚集めたら全面クリアですね。で、この透明なるアイテムは無敵なんで。うわ、超懐かしい。このゲーム面白いですよね、単純に。うわ、すげえ、体が思い出してるぞ。マジかよ。ちょっとやっただけでやっぱ思い出すんですね、昔3000やったゲームって。僕今40なんですけど、僕の世代ストライクでしょうね、多分。ツイッターで一回この前、ゲーム配信やりますって告知で、火の鳥のやつの話になりましたからね。僕と同じで、これはもう敵が止まっちゃうっていうアイテムですね。僕サクサク集めて、鬼柄何枚やってもいいんでね。最大99個集めれたのかな、確か。こう宝箱もしていくからおにぎり取って、すげえな。別に事前に何も練習とかしないのにできるんだ。飲みの飛距離も覚えてる、体が。あ、これも永遠とくるやつね。しゃがむ、倒す。うわ、超懐かしい。何だっけな、このアイテム。音が鳴るだけのアイテム。2面のボスどんなやつだったっけな。あー、おにぎり取れた。もう気楽な感じでね、今日は配信しますけど、間違えてこの前ドンキーコングとパックマン消しちゃいました、さっき。すいません。ああ、これボスいねえんだ。あ、ボスこれか。ボスの音は鳴るけど、左上でザクが暴れてるだけ。こういうステージもあるんですよ。で、これどう取るかというと、上に上げて、はい、ゲット。2面クリア。結構サクサクいけんな。で、鳳凰の下の部分がね、完成しましたね。こんな感じで、これもまだ現代ステージですね。あ、もうすごいな。この前、今こんな状態だったからゲーム配信始めましたけど、もうマジでタイ来て4年なんですけど、4年間ゲームを封印してたんですよ、私。なぜかというとね、やっぱその、タイでお笑いやるって、やっぱ日本でお笑いやるの大変なのに、外国の言葉で文化とかツボが違う人相手にね、そのお笑いやんなきゃいけないっていうのはめちゃくちゃ難しいんで、言葉も勉強しなきゃいけないし、笑いのパターンも違うんですよね。例えばね、日本だったら出落ちってあるじゃないですか。変な格好して、それはゲーム配信やりますみたいな感じで言ってきて、全裸で出てきたりとか、変なメイクして出てきたりとかね、そういう出落ちっていうのが日本あるんですけど、日本は出落ちが1回しか通用しないんですよ。2回も同じ格好出てきてもお客さんは、ああ、またその格好かってあんま笑わないんですけど、タイの場合はですね、その出落ちがですね、10回ぐらい有効的なんですよ、本当に。前も1回なんか普通の学校コントみたいなのやって、教師がドラえもんって設定だったんですよ。で、僕はドラえもんのコスプレして出てきたんですけど、まあ、ドラえもんの格好したらね、めっちゃウケたんですよ。でもまあ2回目とか出てくるときはまあウケねえかなと思ったら、2回目も同じ量の笑いだったんですね。で、これは、ちょっと待ってください。狐が邪魔。で、これはいけんじゃねえかなと思って何回も何回もやったらもう10回ぐらい同じぐらい笑ってましたからね。
ほんとそんぐらい文化が全然違うんですよ。あとタイはですね、トークとかじゃなくてやっぱ動きと笑いですね、本当に。動きと顔芸。やっぱりタイの、喋りながらやったらやっぱダメだ。難しいな。もう適当に喋ろう。ここも結構ね、難しいところなんですよ。あいつがずーっと断続的に来るし、足場ね、落ちたら死んじゃうんで、一発で死んじゃうんで、ちょっと慎重に行きましょう。あ、なかなかこいつらが、ハンニャみたいなやつが邪魔だな、すげえ。やっぱ普通4年ぶりにゲーム解禁したの。まずプレステを買ってね、プレステも多分そのうちやります。なんだこの音は。プレステもですね、そのうちやりますけど、ファミコンなんか、だからマジでもう何年ぶりだろう。ほんと20何年ぶりですよ。でやっぱね、日本人の方はですね、同じ世代の人にですね、懐かしいゲームをやってるところを見てほしい。で日本語のわかるタイ人の方にはですね、やっぱりこう昔のファミコンのゲームはですね、例えばこういう面白いゲームからですね、中にはですね、日本語でクソゲーって言うんですけど、ダメなゲームですね。ダメなゲームっていうのも存在するんで、それもですね、そのうち紹介したら、どうダメかはですね、実際見てもらわないと説明がしづらいんで、本当いろんな意味でダメなんですよ。で、ボスです。なんだこいつ。戦った記憶があんまないな、こいつ。わかった。思い出した。これだ。で、そうしたらこいつやって、転がってくから、ぜひね、この動画を見てね、ダメだった、もう一個だ。このゲームに興味を持ったタイ人の方とかもですね、ちょっと、意外と強かった。ちょっと待ってください。あれ、どうすんだっけ、こいつ。あれ、あんな攻撃してきたっけ。ぐるぐる回るだけだと思ってた。バカですね、あいつ。動けなかったますよ。どうすんだっけな。一面のボスは完全に覚えてたんだけどな。危ない危ない。間に合わなかった。なんだそれ。やべえ、こいつ強え。こいつの攻略覚えてない。思い出してない。どうやって倒したっけ、こいつ。ダメだ。覚えてねえな。こんな強い。あった。よかった。倒した。危ねえ。こいつもなんかあったんですよ、攻略法が。ボスいっぱい出てくるんですけども、ファミコンのゲームってのは必ずね、攻略法があるんですよ。ステージ4。あの宝箱もね、こう、鬼瓦をちゃんと使えば取れますからね。こっちじゃねえ。死んだ。なんでライフ回復しねえんだ。あと1機しかねえや。このグラフィック、影の伝説っぽいな。そういう忍者のゲームもあるんでね、今度やりますね、また。だんだんこの辺から確かボスがね、強くなってくるんですよ。で、タイムもね、あるんですけど、あんまりタイムオーバーになることはめったにないんで、気にしなくていいかもしれないです。で、自分がこう作った鬼瓦もね、自分で壊せますんで。これは取れないんだよな。一回下に落ちたら確か取れないんですよ。狐が全体的にうぜえ。下に落ちたや宝箱も取る方法あったような気がするんだけどな。どうすんだっけ。もう基本的にゴリ押しでいくとダメですね、やっぱ。人間の敵は弱えけど、動物系がうぜえな。今、タイでこれゲームしてるの僕だけだろうな、絶対に。人口6800万人いますけど、このゲームを火の鳥を今タイでやってるの僕だけです、絶対。
やべえ、変なとこ置いちゃった。こういう場合は、あ、危ねえ。タイミングむずい。はい、恋が超嫌だ。何こいつら、無限。あ、もうどういうこと？やっぱゲームオーバーかい。ただこのゲームちゃんとしてるんですよ。さすがコナミ。コンティニューできてですね、同じステージからできるんで、根気と時間さえあれば、多分誰でも全クリいけんじゃないですか。昔のゲームと本当に最終ステージまで行ったのやり直しとかありましたからね、マジで。宝箱、間に合った。いや、ロニガーラ使いすぎたな、無駄に。これ、得点だけか。ちょっとあんまり使っちゃダメだな、鬼瓦。これがゼロになったらおしまいですからね。さっきのジャンプするとことか、鬼瓦ないと無理だもんね。なるべく効率よくですね、これ集めていかないと。なんかライフも増やしてやる気がするんだけどな。全体的にね、火の鳥ってね、音楽がすげえいいんですよ。このステージもいいんですけど、これから行く過去と未来のステージも結構いいんですよね。あー、違う。もう下から行くしかない。これは、うわ、ちょっと難しいな、この、ジャンプして下に、これがむずい。もうすぐボスなんじゃないかな。確か俺全部で16面か18面あったような気がするんですよね。昔のゲームなんかめっちゃ面数多いのが多いから、パックマンなんか256面あるらしいですよ。無理だよ、コンティニューもできねえし。よし、おにぎり。あー、取れなかった。あ、出た、ワニュード、ボス。いや、ちょっと恋が邪魔だな。いや、水見えのになんで恋がいいんだよ。あ、違う、こいつ思い出した。これを作って、恋はこれで向こう側で、あれ違う、なんだったっけ、こいつ。上に行って思いっきり連射するの、確か。くそー、悔しい。昔は一発でいけたんだけどな。マジで恋が邪魔。確かね。あれ、今回出てこない恋が。バグかい、さっきの。いや、もうこれはダメージ覚悟でもう連発です。ご利用し。おっしゃ、いけた。いや、さっきの恋邪魔だよ。今いなかったのになんでだろう。こういう感じでね、ちょっとボス倒せない人に攻略動画になってんだ、ちょっと。で、ステージ5。やったことない人はね、やってほしいんですよ。これ名作なんですよ、マジで。クソゲーではないっすね、これ。やっぱコナミってね、グラディウスとか作ってんじゃないですか。上下下左右左右 BA っていうね、有名なコナミコマンドっていうのがあるんですけど、それを使うとグラディウスだったらすげえパワーアップできたりとかですね、伝統のがあって、この時はまだあったかわかんないんですけど、やってみようかな、ちょっと。上下下左右左右 BA。ダメージ受けただけでしたね。多分まだこの頃はないんかな。あと、コナミだったらね、コナミの人気キャラクターがいっぱいで、他に、コナミで有名なゲームはね、悪魔城ドラキュラとか、月風魔伝とか、ドンキーコング、ドンキーコングじゃないや、キングコングと、グーニーズとかいっぱいあるんでですね、そのキャラクター、集中できないキャラクターがいっぱい出てくるね、ワイワイワールドっていうゲームがあるんで、それも今度やってみますね、ちょっと。ワイワイワールド1は面白かったんですけど、2がすげえクソなんですよ。そのちょっと比較を見たいですね。1やったと2やって。どの辺がどうダメだったのか。あれ、大仏動かせんだ、これ。大仏動かせんだ。あれ隠し、死んじゃったよ、俺。隠し扉があった。
こんなの覚えてねえな。なんかドリフのコントみたいなセットの後ろに。これはだって落ちないもんね、これ。どれだっけな、動くやつ。あ、これだ。いや、自分で作った鬼瓦邪魔。あれ壊したい。あれ壊せんだっけこれ。おいおい、やっちまったよ。いやーもう死んだ。もう5面になったら急に敵の攻撃激しいな。ちょっとあそこ覚えておいて、ちょっと入りたいですね。無限コンティニューっていうのがいいな、これ。邪魔だ。これテンポよくいくの気持ちいいですね、こう、落ちてくるやつ。ビートマニアやってるみたい。ああ、あいつの先手も釣れた。無敵のうちに行っちゃいましょう、ちょっと。上行くべきだったんだな、あれ。次、失敗したら上から行こう。で、ここはちょっと、変に鬼瓦出さないようにしないと。敵倒した鬼瓦になっちゃうから、それが邪魔なんだよな。かといって倒せないとやられちゃうしな。バランスがむずいな。このハゲうぜえな。倒せないで強引に、行っちゃった。あれステージ3に戻ったはい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 。今これね、太鼓となったじゃないですか。これはですね、過去の世界なんですよ。だから音楽も変わってですね、敵が共有系なんですね、これ。なんだこの音。太鼓のね、音楽もいいんですよね、これ。アイテム取って死んだよ。そうか、ワープポイントが確かね、面のどっかに隠しが今みたいにあるんで、それを行くと、現在、囲み、あれ床がすげえ滑る。これファミコンの解像度だからわかんないですけど、氷のステージですね。後ろのあれね、竜風か。ナタデココみたいなやつ。なるほどね。難しくなってきたぞ、ちょっと。今のこの、ジャンプして下に鬼瓦作るテクニックをね、マスターしておかないとね、ちょっと難しいですね。ちょっと死んじゃうかもしれないけど、一回やってみますね。宝箱取りたいときね、こうやってギリギリで足場を作って取ると。で、無敵になった間にバーッと進んじゃうと。おにぎりあったけど、危ない。なんだ、緑の恐竜。で、こうね、いろんな時代をワープしながら、クリアを目指すというゲームです。そしておにぎりを頬張りながら。敵もね、さっきかっこよく決まったのに、足場瓦できなかった、鬼瓦。でもいいな、これ。優しい方ですよ、ほんと。ほら、足場がむずっ。いつの間にか手に足握ってる。まさか俺、ゲームを4年間やってなかったのに、ファミコンをタイでこんなにハマると。人生って分かんないもんですね、ほんと。4月29日で俺もう5年ですよ、タイ。前は1年で帰るって言われたんですけどね、最初は。沖縄国際映画祭っていうのは今年は中止になっちゃいましたけど、それで記者会見やったんですよ、みんなでアジアすいます芸人。僕以外にね、タイもあと2人いますしね、花積と T の極みっていうのがいて、あとはベトナムとですね、台湾とインドネシア、フィリピンとミャンマー、マレーシアにいるんですけど、それがみんなね、記者会見で行って、1年後にでは、各国でお笑い活動をして、1年後に沖縄国際映画祭でみんなで、その報告をしようっていうですね、企画だったんですけど、気づいたらもう5年いますよ、普通に。1年ってやつ何だったんでしょうね。みんな1年で帰ると思って、先輩のね、やっぱトータルテンボスさんとか次長課長井上さんにはですね、すごいお世話になったんで、1年間だけちょっと僕先輩のお世話になりすぎてるんで、1人で頑張ってきますと言って、1年だったらいいや、行ってこいっていうことで、
快く送り出してもらったんですけど、もう5年かいってなっちゃったんですね。やっぱ喋ってるとこのプレイが追いつかねえな。まあ、これは練習してやっていくしかないな。本当に日本にいるときはトータルの藤田さんゲーム好きだし、自家長井上さんもゲーム大好きだからずーっとやっててね、モンスターハンターっていうゲームをやってて、あれってめちゃめちゃまあ皆さんやったことあると思うんですけど、すげえ時間かかるゲームで、週刊ファミ通さんっていうね、ファミコンの雑誌が日本人ゲーム、あれお壊せたけど、これどうやって壊すんだろう、下のやつ、これ。なるほど。うまくいくかな。作れなかった、鬼瓦。まあいいや、とりあえず、ここはクリアしよう、ステージ。ワープゾーンじゃなくて。ファミ通という雑誌で、もう3日間耐久モンハンっていうのを昔やって、千葉県房州山奥のですね、別荘に連れてかれてですね、そこでモンスターハンターを3日間不眠不休でやって、1匹倒すのに4人でですね、1時間かかるモンスターとかがいるんですけど、それをですね、みんなで倒して、そのモンスターを20分に、20回、もうちょっとプレイに集中します。ちょっとこの辺で難しくなってきた。でもずっと3日間不眠不休でモンハンやったこともあるんで、ファミコンもそのぐらいやってもいいかもしんねえな。あの時は35とかだな、5年前だもんな、それ。足場がね、滑るからすげえ難しいんですよ。あれ、ここも入れんの？結構ワープゾーンいっぱいありますね。でも入れねえよ。これ下、穴開いてんのか。まあいいか、とりあえず今ワープ、このボスを倒しましょう。鬼が出てきた。この無限に出てくる敵も、さっきは鬱陶しいって言いましたけど、よく考えたらね、この鬼瓦が足りなくなっちゃったら、こう稼ぐことができるんでですね、発想を変えたらこいつら便利ですね。邪魔は邪魔ですけど。この辺がね、やっぱ、マリオの時代からそうですから、この穴を落ちたら一発で死ぬっていうのがきついんですよ。これもうボスっぽいな、ちょっと。いや、亀邪魔で落ちろ、穴に。もうこういうのもね、鬼瓦こういう風に便利に何にでも使えるから、いくらあってもね、困んないんですよ。お金と一緒。あればあるほどいいです。僕ら芸人もね、マジでちょっと今、ほんと仕事がゼロになっちゃったんで、お金のことがすごい不安なんですよね。僕なんか一人者だからいいですけど、子供と奥さんいるとどうすんだろう、本当に。全然売れてないのに奥さんと子供いるやつとかいますからね、本当。よかったらね、そういう子たちはね、今 YouTube とかしかないんで、お仕事が。それを聞いてらっしゃる方ですね、若手芸人の YouTuber がいたらですね、ちょっとチャンネル登録をしてあげてですね、見てください。もちろんこのチャンネルもですよ。皆さん登録してですね、なるべく見てくださいね。長い時間。さあ、もうすぐボスかな。ゆくゆくはこれ、何今の。全然何が起こったかわからん。分かった、そういうことか。危ねえ。意味が分かったらすぐ大丈夫だけど、一瞬マジでやばかった。結構いいペースで集まんな。またこれ昔のステージですね。なんかワープゾーンあったら行ってみましょうか、ちょっと。亀倒して。これ Facebook でも流れてるのかな、今。足場がね、増えると難しいんだよな、これ、ほんと。
他にもやりたいゲームいっぱいあるからな。よかったらコメントね、書くことが思いつかないよって方はですね、これからやってほしいゲームとかも書いてもらったら、フィクションなんでですね、後で見ますんでですね、ぜひ見てください。普段クーラー使わないんですけど、今。で普段はあんま家にいないんですよ、仕事で。今の時期はずーっと家にいるからね、結構クーラー使うんで、鼻がすげえられてるんですよ、今、クーラーで。電気代怖えな。まあ、家にずっといると光熱費もね、かかっちゃいますから。まあ、日本もそうだと思うんですけど、昨日の発表だと確か2ヶ月、電気代とガス代、日本は2ヶ月待ってくるんですよね、確か。タイはですね、確か個人に限りですが、2%が3%で値引きになってるんですよ。で、日本はちょっとね、今日も確か200人ぐらい新たに感染者いて、昨日なんかは大阪で何人かまた亡くなってしまったんですけど、で結構ね、いろんな方からタイやばいでしょ、大丈夫って言われるんですけどね、実際タイなんてね、結構厳しくしてるんですよ。さっき冒頭で言いましたけど、外出禁止制限があって、夜22時から朝4時までは外出しちゃいけません。あとこのファミコン配信もですね、本当はタイ人の人と一緒にやる予定だったんですが、なんで今1人でやってるかというと、やっぱ2人以上とか2人でね、あんまり一緒に3密って言いますけど、2密でも良くないんじゃないかなということで、今の時期はちょっと1人でやらなきゃいけないんで、集まっちゃいけないって徹底してますし、あと僕は酒飲まないから理由がわかんないんですけど、アルコール販売も禁止なんでね、本当は4月20日から ?20 日まで禁止だったんですけど、30日まで延長されたんで、もうそんぐらい、あとはもう飲食店ね、大変なんですよ、今。飲食店、昔はやっぱり、店に行ってね、食べれたんですよ。日本はまだ今のところ、店に直で行って食べれるじゃないですか。タイはですね、もう日本料理だろうが、タイ料理だろうがね、全部の店でお店食べちゃいけませんということになりましてですね、デリバリーしかダメになったんですよ。でも本当にみんなね、めっちゃ困ってるんですけど、そういう厳しいことをもう1ヶ月やってるんで、今日なんか感染者確かに12人ぐらいだったんですよね、新たに。でなんなら治療者の方が多いって、亡くなった方っていうのはあんまりいないんですよね、本当。それがあるからですね、下手したら、4月30日までちょっと今の状態、はい、クリア続きますけど、それあとはちょっとね、緩和されるんじゃないかなということで、それが緩和になったらちょっとみんなワイワイやりたいな、このゲームを。一応こういう僕がね、昔やってた分かるゲームあるんでですね、タイ人の方に初見でやってほしいんだよな。でも、タイは今のところこのペースでいったら大丈夫ですかね。ベトナムなんかは昨日ちょっと規制を緩和しますっていう発言が出ましたからね。ベトナムなんてもうゼロだって言ってましたからね、感染者。そんだけやってると思いきや、アメリカはまだ多いですしですね、ジョージア州なんかは、ちょっと感染者が増えてるのに、規制を緩めるっていうよくわかんない発表をしてね、反発する方もいっぱいいましたけど、ファミコンやりながらそういう話じゃないですけどね。たまにはね、ファミコンやりながら、そういう問題について語っていこうじゃないので。僕もね、喋ってたらちょっと結構難しい目になっちゃいました。だから本当それが、規制が緩まれば、本当マジで僕は24時間耐久ファミコンとか全然やる気満々ですからね。そのためにはもっとですね、チャットに告知ちゃんとして、チャットしながら、おしゃべりしながら24時間なんかをみんなで目指して、倒すのを目指していくこと。ファミコン以外にもスーパーファミコンとかも用意してますんで、本当はこのイケイケジャパンはね、タイ人の方向けにやってたんですけど、これを機にね、日本人の方もよかったら、チャンネル登録の方をお願いいたします。他の動画もね、面白い感じの動画が結構いっぱいあるんで、タイ語がちょっとわかる人だったら、タイ語がちょっとわかる人だったらですね、聞いて面白いと思うんで、この配信見終わった後に時間がもしあればですね、こっちの動画も結構ありますんで、見てください、よかったら。で、お友達のタイ人に、なかなかいないと思いますけど、日本の方は。
日本に住んでる方もね、多分タイ料理屋さんとかいっぱいあるんで、お友達のタイ人に教えてもらったらありがたいです。あ、危ない。ああ、もう。本当はね、タイ語でこれもやりたいんですけど、僕はね、5年住んでたのやっぱ実況まではちょっと難しいので。で、こいつ倒すの難しそう。あ、強えぞ、こいつ。あー、どうやってんだっけ、こいつ。戦った記憶はないぞ。これは玉形君に倒してもらったやつかもしれない。ああ、あそこに行くまでになるべくダメージ食らわないで、ゴリ押しで行くしかないかな。強えな、あの恐竜。まあでもこれ子供でもクリアできるレベルですからね。よくできたね。もうゴリ押しできます。あれ、あ、そっか。頭しか食らわせられないんだ。あ、くそ。明確な方法が思いつかない。最初からかよ。くそ、腹立つな、あいつ。初めてぶち当たった壁かもしんない。あ、落ちちゃった。あいつ強えな。あとこの面難しいな、結構。最初は体を覚えてるから楽勝だったのに。もうこのテクニックを使わないとクリアできなくなってきましたね、そろそろ。置きだけにはできなくなってきたな。あと鬼瓦結構消費するようになってきたから、ちゃんと使い時を考えないと。そう。まあちょっとここで稼ぎましょう、鬼瓦を。ここもやっぱり、これが難しいんだよね、下にやるのが。あと亀がね、すごい邪魔なんですよ、こいつ。飲みを下に打てればいいんですけど、そうもいかないんで。はい、鬼瓦作って、あー、くっそ、ジャンプがうまくいかなかった。今んとこ亀とさっきのハゲが一番めんどくせえ敵だな。段差を利用して倒せるときはいいんですけど、段差がないところだな。まだいいペースで来てますよ。ああ、もう全然ダメだった。くっそ、このタイミングむずいな。足場に鬼瓦をマスターしないとこうなっちゃうんですよね。やべ、結構バンバン死ぬようになってきたぞ、これ。下手したらこのまま全クリすぐいけんじゃないかと思ったけど甘かったっすね。ああ、あのぐらいの幅だったらいけるんだ。で、これ作っちゃって、こいつを倒して、鬼瓦チャンス。おにぎりチャンス。このジャンプ怖いな。あ、いけた。この亀がうぜえ。あ、こういう時はこうやり過ごす。あ、違うか。こいつごときに使うのもったいないもんな。確実の鬼瓦をゲットしながらジャンプするしかないですね。怖え。一個一個のジャンプが怖い。もうこのテクニックは必須だからちょっと覚えておいた方が。あ、ほらもうこういうボンミスが目立つんだよな。穴にさえ落ちなければな。あんま亀対策と穴対策だな。このアイテムは敵を止めるアイテム。おい、移動してきたよ。すげえバグがあった今。あ、おい、落ちてくんのかよ。あー、ぶねー。これは練習しかないな。
このぐらいの穴だったらいけそうな気がした。いけた。邪魔。鬼がかりあるからいいか。ボスが強いんだよな、こいつ。もうこれで思いっきりゴリ押しするしかない。体力勝負じゃ。おっしゃ、いけた。はあ、危ねえ。結構ボスはゴリ押しがいいな。まともに戦ったらきついもんな、あれ。ちょっと一瞬取れていきますね。そうしましょう。あるんですか。あ、ポーズします。あれ、イヤホンがない。いや、コードだらけ。全部コードレス化になってほしい。お待たせしました。いや、取り行ってきましたけどね、バンコクはすげえ雨ですよ。雨季が来たよ、ほんと。すぐ洪水になるからな。日本にいた時は洪水とか考えられなかったんですけどね。すげえゲームオーバー率。敵を止めて、やだな。逆に今だからもうステイホームであんま家から出ないから、雨季もいいんですけど、なんかね、デリバリー頼むときにちょっと気使っちゃうんですよね。これ日本人的発想なんですかね。やっぱ雨の中来てもらうとなんか申し訳ないなって気持ちになって、デリバリー頼もうという気にならないんですよね。店からしたらもう関係ないから頼んでくれって感じなんですけど、実際自分がだってデリバリーの人で
すげえやめたけど、交通の時にオーダーされたら、表向きはいいですよって言いながら、ふざけんなよ、こいつ思っちゃいますもんね。自分のチャンネルでは毎日ね、バンコクのいろんなお店でデリバリーして食べてる動画をやってるんですけど、まあ大変ですね、みんな本当に。飲食店の方もね、本当今の規制が緩和されないと結構きついと思いますけど、それをちょっとでも応援したいんですよね。あ、そういう方からしたらですね、いろんなこいつゲームやって配信やって気楽だなと思われるかもしれないですけど、こっちはこっちで必死にゲームやってますからね。これを配信することで少しでもね、皆さんの気晴らしになれば。ああ、こっちも倒せんだ。さっきと同じパターンかい。もらった。よっしゃ。いいペースでこの面は行きましたね。揃ってきたよ。下の段と上の段は。あれこれ、さっき来たとこということはこれワープしないといけないのかしら。ちょっと。これ壊して。なんなんこの。いけないんかい。いけるんじゃないですか、ワープ。じゃあ何のためのこれなの。あ、間違えた。ああ、もう作れない、ここに。ワープじゃないの、あれ。意味わからん。同じステージやってもしょうがないのよ。あれ、どうしたっけ。ああ、ちょっと難しすぎるよ、足場作るの。あれ気になるな。ちょっと失敗するの嫌だから先に足場から作って。飲みが届く範囲これですもんね、だって。だとしたら何これ。ワープゾーンなのか、ただのバグなのか。ただのバグかよ。ほら。行かないですもん、A ボタン押しても。なんだよ、これ。ワープゾーンだと思ったのに。ということは他にあるってことですか、ワープゾーンが。どこにあるんだ。このステージやったもんな。どっかにね、隠れてるはずなんですよ、また移動するやつが。どうだったっけな、その辺忘れちゃったな、システム。こういうとこないのかな。おい、ワープワープゾーンちょうだい。ワープゾーンプリーズ。おー、プリーズ。でも無理。お前が。この面じゃねえのかな。危ね。おにぎりやってよかった。おい。おいもう。1時間目って集中力消えてくんな。これが謎だわ。全然意味わかんない。とりあえずクリアしてみようかな。ちょっぱやで。全然わからんよ。どうしたらいいのか。何気の鬼瓦も減ってきた。倒す。ああ、入れたけど。これは別にワープじゃないもんな。さっき足場氷だから滑るって言ってましたけど、ああ、もう。そんなことなかった。全ステージ足場滑ります。思い込みでした。後ろが氷だから。この時のはみ込んで多分そんなゲートできないですね。そういう概念はなかったんです、足場が。記憶によると多分スーパーマリオ3の氷のステージで足場がつるつる滑るっていうのが最初だったような気がするんで、まだ多分火の鳥が出た5年後ぐらいなんで、確かスーパーマリオ3って。
まだこれ1の時代ですから、ギリ2かな。そういうシステムはなかったはず。これ新しいやつでしたっけ？さっき取ったっけ？あ、新しいやつだ。よかった。あ、あれ同じやつ？わかんねえな。ちょっと、あ、1アップだ。あんなザクは持ってんだ、1アップ。生意気に。ワープゾーン探したいな、ちょっと。危ね。なんかいるよ、右上に。あ、カメかい。驚かせやがって。どっかに壊せる壁ないかな。攻略サイト見たら話早いんですけど、それもちょっと八百長になっちゃうしな。まあ、クリアが目的じゃないんですけど、ここまで来たらなんかクリアしたくなってきちゃった。この上とか怪しいな。あ、ほらマジかよ。マジ知りませんでしたかね、僕今これ。でもこれがワープかどうかと言われたら怪しいな。別にワープはできない。なんだよ、これでワープだったらかっこよかったのにね。これだってこの足がなかったら壊せないですもんね。どの道ここまでだもんな。あ、これで、あおー、1アップ出てきた。あ、すごい。あ、鬼瓦。これはすごくない？あ、でも、やべえ。あれ戻れない。ちょっと。おい。終わったよ。ちょっと。あ、いけた。びっくりした。そっか、上も壊せんだ。忘れてた。いや、バグでもう終わったかと思った、今。これ一生は絶対は。危ねえ。積んだかと思った。こういうとこないかな。上にも飲み発射できんだ。忘れてたわ、この数分間。こいつがしゃがまなきゃ亀が一番うぜえ。絶滅しろ。この亀。お前はいいよ。緑色の恐竜は。トイストーリーのあいつ、恐竜みたいなやつ。ここも壊せるけどもう信じらんねえな。どうせ違うんでしょこれ。この先壊したら出てこないもんな。やだよ、こんな昔の時代を無限ループすんの。うわい、ここも壊せるけど、ところどころ壊せるんですけど、あ、これ扉っぽくないですか？ちょっとあれ、扉だ。おお、いけたいけた。来世新しいステージ。あ、この音楽大好きなんですよ、来世のステージ。ちょっと聞いてみてください。この物悲しい感じのね、音楽好きなんですよ、ここの。覚えてんだな。ファミコンイントロクイズしたい。負ける気がしないんですよ、ほんと。未来だけあって敵もなんかね、この今までと全く違う感じで敵出てきますね。メカっぽいやつとか、こういう宇宙人とかモンスターみたいな気持ち悪いエイリアン系のやつが出てくるんですよ。で、こうワープゾーンを探しながらいろんな時代を飛んで敵側を集めていくんですね。モンボス、あ、覚えてるこいつ。こいつは皆さんこれですよ。あー、連射。ここに作って連射。オッケー、いった。このマーク。こいつ覚えてるんですよ。
何回も死んじゃったんですよね、倒すのに。同じとこばっかやってない？右上のところ。ああ、このステージもなんか思い出してる。すげえな、人間の記憶力って。20何年経ったのには覚えてんだな。これはいらんな。でもなんか重要なアイテムでもないんかい。金、今一番大事なやつ。上壊して、なんかワープこっちにありそうだけど、今はちょっとワープよりもボスを倒す方が先だからな。気持ち悪い敵ばっかだな、おい。あ、こいつは鬼瓦みたいな顔したやつ、般若みたいなやつは全世代共通で出てくるんですね。こいつは世代を超えて時空を超えて出てくるんですね。邪魔だよ。あ、毒吐くとすぐ死んじゃう。あったっけこんなの。今氷、急に出てきた氷が気になるな。なんもないのかよ。いや、ちょっと待てよ。あれ壊したら、ああ、でもこっからじゃ無理か。ちょっとまだ死を覚悟で行ってみるか。ああ、死んだ。死を覚悟したら死んだ。とりあえず後回しでいいや。とりあえずボスを倒しましょう、ここの。そこまでめっちゃ強いボスはいなかったような気がする。だよな。あの宝箱気になる。よっぽどいいものが入ってるんでしょ。リスクがでけえな。リスクがでけえ。あれで1アップだったら意味ないもんな。3回ぐらい死んで1アップしても。さすが。おお、隠し宝箱も出てきたよ。あんま大したもんじゃないんだよな。あ、なんか見えるよ、ここに。ほら。あ、なんとなくビルになってんだ。これを一番壊したいんだよ。ジャンプに邪魔だから。こっちはどうでもいいのに。どうでもいいとこ、あ、多分ここでジャンプしたら頭を打って死ぬから、こういう時は、これが壊せるということは理由があるんですよ、多分。鬼瓦作って、あ、理由なかったです。ごめんなさい。あれも壊せたら上から行けると思ったらいけねえわ。なんだよ、リスクを起こさないといけないのか。あ、いけるか、簡単に。すげえ処理落ちしてる。8ビットしかないから、昔のゲーム。敵が5匹出たらもう処理落ちしますね、これ。多分このファミコンソフト1本分でも、最近出たファイナルファンタジー7リメイク版の1秒もいかないんだろうな、容量。ああ、怖い。ああ、これ絶対なんか扉とかありそう、ここ。まあいいや。あれ、あ、上行けるシステムか。マリオでもあったな、このシステム。ああ、大王国ゾウムシみたいなやつすげえ邪魔。ここも壊れねえから。ああ、格好邪魔、国ゾウムシ。倒せたろ、今の。はい、ゲット。でもライフが1しかないからおにぎりが欲しい。ああ、死んだ。まあでもいけないことはないな、これ。ちょっと寄り道しすぎたから。スライムみたいなの邪魔なんだよな。カメと同じシステムですね。いまだにこのちゃんと鬼瓦を足元に作るのがむずいな。まあ、あと積んだらね、奥の手があるんで、あとでもしそんな状況になってしまったらちょっとですね、その奥の手を見したいと思います。真剣ジャンプしてゴキブリ倒して、まあ宝箱気になるんだよな。
こにあって、あ、取れなかった。もう一個ありました、確かに。このジャンプも別に思ったより難しくなかったね。ダメージはしょうがない。邪魔だわ、カメとスライム。一番嫌いかもしれない。あー、取れなかった。未来ステージは足場が悪いな、全体的に。もうスイスイいっちゃいましょう。ハンニャがすげえ邪魔。さっきこれ死んじゃったから乗り換えましたね。あー、出た、モアイ。この名物モアイ。なになに、ちょっと何これ、むちゃくちゃ。オッケー、いった。はい。何個目だこれで。あと1、2、3、4、5、6、7、8個ぐらいですね。ちょっと待ってください。これで、はい。ああ、本当。あ、Facebook にコメントありがとうございます。いや、のりこさん、見てくれてるんですね。ありがとうございます。よかったらコメントもどんどんね、これ昔の火の鳥っていうゲームですね。多分、のりこさん、山本さんが高校生ぐらいの時かな。でしょうね、多分、のゲームでございます。これからね、どんどんゲーム配信やっていきますんで、よかったら見てください。ああ、急に難しくなってる。なんかみんなでオンラインでできるファミコンあればいいのにな。ないけど。ちょっとプレステのやつだったらね、ユーザーさんと一緒にこうやってみてもね、いいかもしれないです。そのうちすげえ長時間もやりますからね。ああ、すげえタイヤ。ダンゴムシみたいなやつがすごい邪魔。逆にこんなゲームやってほしいっていうのもよかったら。あれちょっと。これはもしかして戻れないよ。壊せない。おい、積んだ。ありこんなことねえ。ちょっとここもいけねえじゃねえかよこれ。おい、バグだよ完全にこんなの。おい、出てこい、これ作ったやつ。面白いゲームだけど。でね、こんなことになった時のためにね、1個ワンポイント言ってきますけど、まあ無理じゃないですか、こんなの。どこも行けないし、下も打てないし。で、こんなことしたらもっと無理なんですよ、もう。何もできない。壊せないし。そんな場合ですね。このゲームすごいですよ。今文句言いましたけど、ちゃんと想定してるんですね。セレクトボタン押すじゃないですか。すると、自殺できるんですよ、このゲーム。ちゃんとこういうことを想定してですね、作ってるんですよ。逆にね、もう一回無駄に、ほら、死んじゃうんですよ、これ。逆にでもゲームオーバーになりますわ、そら。インベーダーゲーム、山本さん、インベーダーゲーム、全盛期ですね。ああ、なるほど。昔のカフェとかで50円玉並べてやった時の時代ですね。すげえ細かいこと言って、俺嫌なやつなんですけど、インバーダーゲームになってます、インバーダーゲーム。インベーダーゲーム。インバーダーゲーム一緒にやりたいな。あ、間違えた。インベーダーゲーム。のりこさん、よかったらやってみてください。インベーダーゲーム意外とすげえむずいんですよ。多分、火の鳥の方がまだ簡単ですよ、これ。インベーダーゲームから派生してギャラガとかギャラクシアンになっていきましたけど、ギャラガ、ギャラクシアンはね、まだ現代でも通用するぐらいのバランスなんですよ。これ今このままいっちゃうとまた積んじゃうんで、もうあんまりね、自ら死ぬとこは見たくないんで。いや、違うな。こっから行ったらちょっとまた危ない。
あーこれムカつくな、あいつら上のやつら動きに合わせてこう来るんですね、ちゃんと。生意気な、ほら気持ち悪いなバカ野郎。これ下から行ったらまた積んじゃう可能性があるから、上からこう安全に行きましょう。ここでさっきね終わっちゃったんで、今のセレクトボタンで自分で死んじゃう機能がなかったら今でゲーム配信終わってたから危ねえところですよね、ほんと。あの状態何を話してもしょうがないですもん。隕石邪魔。これもちょっと怖いんだよな、この中行くの。いやーちょっと怖いな。足場が不安定だもんな。まあ行ってみるか。これが壊せなかったらおしまいだよ、ほんと。あっただよ。もう完全に罠じゃない、こんなの。皆さん今この動画を見て分かるようにですね、このステージではここ入っちゃいけません。もう出れないシステムになってます。こういうとこなんだよ、昔のゲームは。もうあそこのああいう系のとこはもう無視して上行きましょう、ちょっと。隕石も無視。あ、おにぎりが欲しい。で、あの虫も、もうこれ中行くのリスクがでかすぎる。ちょっと虫気持ち悪いな、ほんと。まだ亀の方がいい。ダメージ受けるけどしょうがないもんな。今んとこ一番気持ち悪い敵でこいつだな、ほんと。気持ち悪い外見にずっとついてくるってストーカーじゃねえかなんですよね。中入るとね、またダメになっちゃうんで、もう皆さんこう上から行きましょう。もう安全策取って。ほら、壊せない壁なんですよ、これ。入ったらおしまいですよ。ここ壊してもいけないの。このスライムはスライムで動き合わせてきやがって。この真ん中も絶対入ったら危ねえ。罠だよ、これ。上から行きましょう、もう。罠じゃなかったけど。隕石も狙ってきやがんな。敵の攻撃が激しくなってきた。これは宝箱は、取れなかったか。この壊せるブロックと壊せないブロックの差があるんだよね。もう下落ちて。無敵になっても今しょうがないもんな。この隙に行っちゃうか。邪魔だな。気持ち悪いの来た、また。気持ち悪い。バイオの序盤に出てきそうな敵。中盤かな。こんな3つだったらドラクエだったらミミックでしょ、これ1個。このゲームはミミック出てこないんだよ。これはボスっぽいぞ。もうこういう時足場作って。違う、間違えた。危ねえ。ここの2ブロック壊せないですよ、皆さん。こっちを壊さないと。なんとなく、羽できた。鳳の左の羽。1、2、3、4、5、6、あと6個か。このステージも来たことないもんな、まだ。気持ち悪い。ワープだ。入れんのかな。行ってみよう。現代戻ってきた。今のワープは正解だったんだろうか。むやみに行っちゃいけないのかな、ワープ。これ、さっきの邪魔って言ってた行為じゃないですか、これ。飛び跳ねてんの。あれ入んない方が良かったのかな。二度とこいつに会いたくなかったのに。よかった、おにぎりあって。耳かいてる後ろにやられた。ちょっと鬼瓦が不足してきたからちょうどいいかなって言った瞬間に来ないんですね、あいつら。狐も求めてないんだよ、こっちは。跳ねるな、お前らは、一丁前に。この子でちょっとだけ稼ぎましょう、鬼瓦。40個ぐらい常に持っといた方がいいかもしれないですね。そしたらもうお前らに用はない。ホタテ食いて
配線が増えるのが、危ない。あれこいつさっき、こういった倒したやつですよね。違う。ということは、このステージ違ったんだ。ワープしちゃいけないんだ、むやみやたらに。あれ多分、ハゲ出てくるところですよね。仏像を動かして。このステージはワープしちゃったから、ボス倒してないから、これクリアすればいいんだ。こういう風にですね、現在、過去、未来を行き来しながら、まだ倒してないボスを倒していって、で、このステージはもう確かやったな、ボス倒したなっていうところはですね、そのまままたワープゾーンを見つけて移動していくっていう感じのシステムですね、確か。ほら、さっきあそこで仏像を動かして移動したんですね。で、上行くとハゲがうぜえから、下から。この、おい、ホーミング描いてくる、なんか変な、何出してんだ、あれ。汚ねえな。もう強引に行こう。ボスがいる。ボス、ほら、光ってる。怖っ。あいつどうすんだっけな。何やってくんだっけ、あいつ。本当はもうこうやって倒せればいいんですけどね、こうやって。そうもいけないんだよな。見るから危険じゃないですか、もう。罠があるのに、時代があるのに自分から踏みに行くようなもんですよ、こんなの。何やってくんだ。何もしてこないぞ。ちょっとギリギリまで近寄りましょう。何やってくるか分かったもんじゃない。完全にピンチッシュだもん。気持ち悪い。何これ。もうこれもゴリ押し戦法ですね。こんなもん相手にしたら、いや、いっぱい来た。気持ち悪いけど、くたばれ。自分の瓦がすごい邪魔。瓦打つと戻ってくるのがすごい邪魔。というと、あそこの位置じゃないのかな。あれ、こいつどうすんだ。もういい。あいつがこっちを認識するまでは変な小さいエイリアみたいな、出してくるのかい。ということはもうジャンプしながらむずっむずっ。いや、むずい。ちょっと倒してもうちょっとだったのに。どうしたらいいんだろう、あいつ。入ってくる気持ち悪い子供みたいなやつは鬼瓦で防げないもんな。ゴリ押しが通用しない手ですね。うまく作ってんな。なんかあいつそんな強くなかった気がするんだけどな。強えな。しかも体力も結構あったぞ今。出てくるやつ倒すと鬼瓦になっちゃうんですけど、まあでもボスまですぐ行けるからまだいいけな。鬼瓦で防げない。もうこの辺りからもう来ちゃいますもんね。どうしようかな。足場を作って顔面狙いで行くしかないな。じゃあよっしゃ。あれボスの音楽はしないし何も反応してくんない。ちょっとおいボス何やこれ。おいちょっと全然ボスが反応してくんないんですけど何これ。いや、光ってる場合じゃねえんだよ。しかもダメージ受けんのこれちゃんと。ちょっとボス。おい、ここから行くの。ちょっと今のおかしい。今のはずるいでしょ。ちょっとなんでちょいちょいバグあるんだこのゲーム。ただ今の戦法、下に1個置いて、いや、足場作って顔面狙いだな多分。いや全然反応してくんなくなったこいつ。でこの隙に行くしかないの。ほら連射これですよ。1個足場作っていけば邪魔さ。倒した。よかった。作戦成功。
一夜どうなるかと思ったよ。なんで敵を前にして自害しなきゃいけないの？切腹しなきゃ。いや焦ったわちょっと。あ、これも新しいステージだからクリアしましょう。こういうねアクシデントがあるからね。急にバグったりするから、もうファミコンあるあるですけど、そしたらカセット取り出してフーってやってやると治ったりしますけど、一回抜いちゃったらもう本体にできないからな。おい邪魔なデブハゲ、どっから来てんの、そもそもこいつら。竹のステージ。まあこれ設定が江戸時代だから現代がまあこの江戸っぽいんですよね。あっそれ九死に一生スペシャル。でもこれ、あ、向こう戻るもっといいのか。怖い。鬼瓦は60個あるから、もうそっと取っちゃおう。あっぶねー、怖っ結局死んだ。もうほとんど死んじゃうときが足場落ちるやつだな。なかなかマスターできんな。あ、そっか、違うわ。今の止まってるうちに行っちゃえばよかったんだ。なるほど。もうそうそうそう。これで落ちる。覚えとこう。危ねえ。これもいい。もうほんと。自然に声が出る。どこが落ちて、どこが落ちるのか。危ない。また。ボスかな。違うか。こいつは何なんでしょう、この衣装は。そもそもなんでこいつは作った鳳凰の絵を取られちゃったんだろう。16分割されて。で、見た目ね、今更ですけど、主人公の顔、鼻がめっちゃでかいじゃないですか。公式設定によると、それがコンプレックスでいじめられて、グレちゃって盗賊の道に進んだらしいですよ。で、火の鳥っていうのもね、ちゃんと原作手塚治虫先生でありますから、僕も火の鳥見たんですけどね、このゲームの影響で。火の鳥ってのはかっこいいイメージあるじゃないですか。ただね、ちょっと、まあ今ちょうどステイホームのお時間もある方いるかもしれないので、火の鳥前回見てみてほしいんですけど、まあ、共通しえんのは、火の鳥実はすげえ嫌なやつっていうのがあるんでですね、僕がこれ言ってる意味をですね、火の鳥前回見たらわかるんで、見てみてください。子供の時は火の鳥ってすごいいいやつでかっこいいから、助けたいなと思ってましたけど、もう一回改めて火の鳥見たらですね、なんか火の鳥ってすげえもう、わがままで、言い方とかすげえ腹立つんですよ、大人が見たら。多分手塚治虫先生そこまで考えて書いてるかもしれないですね。もともとの全ての矛盾点とかそういうのが全部詰まってるゲームなんで、ゲームじゃねえや、漫画なんで。1アップ。自分でもうこれ足場作んないと無理になってきましたね。もうこのテクニックだけはマジで絶対必要ですからね。って言いながら私も失敗したんですけど、たまに。本当はこう確実に宝箱を取るのも重要ですけど、進むことが重要ですからね。無限ハゲ。こうトイレとか取っちゃいましょう。やべ、鬼瓦が流れてきた。ちょっとこの無限ハゲを利用して、もう11個しかない。そんな使いましたっけ。来ちゃった。変な強そうなやつ。確か強かったような気がするんだよな。風に海源のマークですね。はい、無視されてる。出たよ、海源。これがちょっと、
タイミング合わせて上に飲み、あー危ない。あ、意外とそんな強くないかもしれない。連続で打ってこないから。あーし、上げた。全然一発でいけた。よかった。綺麗な満月。なんとなく、ほら、完全に完成。左の羽。あと4つですよ、4つ。これクリアできるのかな、もしかしたら。まあね、一応ゲームは 1, 日1時間っていうのがありますから、1時間おきにちょっと休憩はどっか行きたいと思います。ああ、どうせならクリア、ああ、もうここ最近ああしか言ってねえよ。だから隠しステージみたいなのがあったんだよな。それがちょっと発見できないかもしれないのよね。もう80分やってるんですかこれ。ちょっと一回休憩しようかしら。トイレもすげえ地形しなぜか今日。こういうとにかく行ってたんですよ、本当に。この面クリアしたらね、ちょっと5分間休憩しましょう。だけど5分。なぜなら、面白いから、このゲーム。ああ、シス。ああ、まあ、これはアーカイブで見てくれてる人の方が多いと思うんで、今後はですね、告知してゲームやりますんでですね、もしよかったら、のりこさんありがとうございます。のりこさんみたいにですね、コメントをいただければ、ゲームやりながら皆さんと会話もできますんで、基本的に休憩挟みながらね、長時間やれる日もあると思うんで、ただすげえ難しいこの面。急に黙り始めたら、この面難しいんだなと思ってください。一筋縄じゃない、いかなくなってきたな、ちょっと。最初の頃はもう、このハゲと恋が邪魔だな。マジで恋が一番嫌いかもしれない、敵の中で。ちょっと鬼瓦が不足してきたんですよね、だんだん。もう違う、あんなとこに作るはずなかったのよ。ほんと足場作りが重要ですわ、このゲーム。一番重要って言っても過言ではないかもしれないです。あれを足場を作れる。足場作りとご利用しできるとこはしちゃうっていう。こういう感じでできればいいんですけどね、全部。あとはワープゾーンを見つける。その3つですね。ご利用しも必要。そして下足場、これですね。これをマスターする。ワープゾーンを効率よく見つける。これ下とかも邪魔だからな。宝箱も全部無理に取る必要ないんだよね。ボス来たかな。なんか変なの来た。こいつも絶対このパターンだ。ほら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 、こういう風に効率よく倒す。ほら、いけた。覚えてたこいつも。できたよ。あと3つ。そして5分間休憩します。ちょっと5分後に再開します。トイレすげえチキン。
最高でございますけど、エアコンですね。インバーターインバーターゲーム温めるゲームってなんすか？ちょっとまあ気楽にやってたんですけど、どうせならクリアしたいな。まあ、とりあえずあと4つかな、4つだった気がするんですよね。とりあえずこう行ったことありそうな面に行ったら積極的にワープして、ワープだけどこれどうやって壊すんだろう。積極的にワープしてまた新たな山ある。あんなん絶対いけないじゃん。多分ワープなんですけどね、壊せないもんなこれ。おい1アップ。あ、いけた。来世の1。これクリアしたっけな、この面。ちょっと似てる面だとね、難しいんですよね。あ、来たわ、ここ。このワープゾーンどこにあるんだろう。あぶねえ。最悪攻略サイト見ちゃおうかな、本当。ここまで何も頼らず行きましたけど、あそこがやっぱ怪しいですよね、どう考えても。変にスペースがあるもんな。あー、怖い怖い怖い。ほら、あった壊せるとこ。でも別にワープゾーンがあるわけじゃないな。何だったんだよ、時間返せ。この鬼瓦邪魔だった。結構壊せるから、この先にワープゾーン出てくるとかじゃないのかな。出てこないか。邪魔だなこいつら。なんかこの辺にありそうだけどな、くまなく探していったら。こんだけ壊せるってことは宝箱以外もなんかあるはず。まあ無限にこいつらが来るから鬼瓦の心配はないんで、探りながら行ってもいいかもしれないな。やっちまった。やっちまったよ。あ、大丈夫か。自分でこれ鬼瓦置いちゃうのも困りもんですね。ちょっと積んじゃう可能性がある。使い方が難しいな。まあ今んとこまだこっち戻れるか。あ、でもあれ壊せないもんな。宝箱取れたけど別にな。ワープゾーンなかったな。僕も壊してできないのか。壊せないんか。あいつら邪魔だな。この面はないのかな、ワープゾーン。もしかしたら。おいしょ。壁が壊せるとこいっぱいあるから怪しいんだけどな。これまたさっきのボスですよね。こいつあったもんな。モアイコナミ名物ね。え、これ多分あれ取ったのかな。まあ、このボスは弱いですよ全然。楽の章。あー、でもこれさっき取ったやつだもんな。とりあえずここも来たことあるからワープを探したいな。もう今目的はクリアすることじゃないもんな、この面を。まあそう言ってる隙から死んだんですけど、今はとりあえず行ったことのないステージに行くのが最重要だ。あ、隕石かこれ。ここも壊れるけど隕石が邪魔ね。
どういうとこに隠れてんだろうな。でもこれって上行くと危ないんだよな。すげえ邪魔こいつら。あ、やっと分かった。ホタテを食べるとライフが増えるんだ。うわ、これ絶対無理じゃん。食らうしかない。壊せはするけど、ワープゾーンなのかどうかわからない。あそことか超怪しいけどな。こっから行けたりしないのかな。こっから行けるってことなんか理由があるはずなんだよな。違うか。あった。やっぱりここにあったか。どうやって入るのこれ。足場を作って入るんですね。新しいステージかも。あれ来たか、ここも前に。あれ来たぞ、この面多分。思いがある。いや、ちょっと待って、見てる面かもしんない。ただ、この寺のシーンは、これ上に仏像があったら、さっきのやつですよね。そうだ。じゃあこれは、でも一回、多分ヤマトの面を全部クリアしてるはずだから、仏像を動かせば、扉があったか。もう一回そこの先も行ったことある面ですけど、そこからまたワープゾーン探しましょうか。無理になっちゃったよ、もう。邪魔だわ、ハゲ。こいつらが邪魔してくるからね。入れなくなっちゃうんですよ、そうすると。一回死ねばいいのか。わざと自害して、ハゲをもう、ある程度進んだら無視しよう。こっちまで来て。で、もう動かして、さらば。倒しちゃうとね、変に。この面か。氷の面でワープしてなかった気がするね。ここで多分クリアはしてるから、これ違うのかな。これクリア、ワープできないんだよな、これ。ワープできるとこはさっきみたいに扉みたいなマークがあるはずなんですよね。これだよな。うわ、難しい。これで、くそ。あそこで足場作って壊すしかないな。場所分かったから。どこだったかな。危ね。あれどこだったっけ。忘れちゃった。アホ丸出し。おい、恐竜邪魔だ。もうちょい、これだったかな。これだ。難しい。すげえ微妙だな、これ。くそ、そこじゃないのよ。そこじゃないのよ。すっげえシビア。ただ、こんだけ難しいってことは多分、ワープゾーン入ってないんですね。もうとっとといっちゃおう。アイテムとかいいから。あんだけシビアだと多分いってないんだよな。通り抜けたら最悪だからな。先にちょっと壊す前に成功してからだな。
もう一個下でも失敗してんじゃんこれ。どうやっていくのこれ。そんなシビアなのこれ。うわ、これは難しい。ワープ張るだけで難しいぞ、ちょっと。そもそもできんのか、あそこに。今ぐらいの位置にやらないといけないってことでしょ、だって。超むずいんですけど。ボスとかよりこれが一番むずいかもしれない。こういう簡単なのにしてほしいわ。これ違うもんな。これでもう入れたりしないの？無理でしょ。ほら、これ無理だよ。何このワープゾーン。ちょっと難しすぎて無理よ。もうこの隙に行っちゃう。もうちょっとあそこ行かないと話が始まらん。こんなとこで死ぬはずじゃなかったのに。やばい、配信始まって以来のピンチだわ。でワープした先が何でもなかったら地獄だしな。ここじゃないか。鬼瓦出てきた。ハンニャが。トイストーリーの恐竜邪魔だな。これだよな。ちょっと難しすぎるよ。ほら、絶対無理だよこんなの。こんなんで諦めなくなるとは。ちょっとこれ難しすぎる。本当に合ってんのかこれで。あれ無理だぞ多分。今のタイミング感じか。下に直で落ちようとするからいけないのかな。むずー。過ぎちゃった。ちくしょう、自害するしかない。ちょっとこれあと何回かやった。諦めないとダメだな。ちょっとこれ違う方法探さないと。こんなん子供無理だろ、あんなタイミング。シビアすぎて。違う、今日間違え。いや無理だこれ本当に無理。今もやってみたけど無理だな。落ちながらこうやって作んなきゃいけないってことでしょ。だってボタンが反応しないんですよ今のところ。もうダメ、集中力が好きだ。ダメだ、もう完全に。これちょっと諦めるしかねえな。違うとこ探そう。もう一回だけチャレンジしよう。いや、さすがにこのタイミングシビアすぎんのはおかしいわ、ちょっと。でもあそこにあるっていうことは方法これしかないもんな。ほら、もう無理だよこんなの。小学生だったら俺多分これぶっ壊してますよ、ファミコンも。ソフト引き抜いて。過去2台ぐらい壊してるからな。友達いたら多分殴りになってますよね。もう気楽に行こ
楽にしたら通り過ぎてた。もういいや、あれ無理だよ、あんなとこ。違うステージから、これ1アップだもんな。あんなのもう絶対無理。ああ、指が疲れてきた。もう無理だな、さっきのところは。戻れないな、もう結局、この道。あ、でも1アップできるから無限にできんじゃん、ここ。今だとできんのにな。違うステージから、こんなあれみたいなやついましたさっき。あれでもあんな敵見たことねえぞ。こういうとこにあればいいのに。このボス行ったところなんだよな。あー、くそー。今みたいに、あれあー、違うか。これはボス用のやつだ。これは持ってるんだもんな。同じとこをずーっと集めてもしょうがないもんな。また一味戻っちゃったよ。どれをクリアし、どれをクリアしないか分かんなくなってきた、ちょっと。もう来たもんな、だって。やべ、さっきまで簡単にクリアできるわと思ったら、そうもいかなくなってきた。どこだろうな、行ってないステージ。あれもう壊せっけどな。うわ、火吹いてきた。パワーアップしてない、なんか敵が。危ね。ここ来たかな。太古の1か。ヤマトの1だったらクリアしたけど、太古の1は逆にクリアしないかもしれない。あんな火吹く怪獣いなかったもんな、だって。瓦ありがたいな、今。あ、これは新しいやつかもしんない。あんま覚えがないもんな。これ系のボスだったらすげえ楽なのに。いや、違うか、やっぱ。持ってたんだ。あと3つなのに、こっからがむずいな。太古の2。ここも来てるっぽいんだけどな。昔のゲームって全然情報がないからもうやり続けるしかないんですよね。すごいよな。今はネット開いたらすぐ攻略情報を開いてるけど、この時代はまだ攻略本もなかったですもんね。これからもうちょっと後になったらその攻略本っていうシステムができてですね、それを見ればクリアできたんですよね。少年ジャンプとかコロコロコミックとかが出てるやつ、あとファミリーコンピューターマガジンとか見るしか情報がなかったんで。今は便利な。ああいうところなんか怪しい。あー、壊せるけど、ワープゾーンじゃないな、別に。くそー。2020年に1980年代のことやってるんだよな、今。最悪攻略サイト見てもいいけど、今日は見たくねえな、ちょっと。結構な時間やってるしな、もう。これも壊せ、落ちるのそれ。すげえとこからスタートしたの、まだ。
別にこれはワープがあるわけじゃなさそうだしな。あったとしてもあのとこ無理だもんな。もうちょっと分かりやすく、なんかワープでゾーンがありますよみたいなヒント欲しいな。昔これノーヒントでクリアしたんだけどな。永遠とやってたんだもんな。まあ、昔はゲームの敵とあれあったけど、これ行ったことあるような気がするんだよな。記憶力戦いだな。小学生の時はゲームの敵と門限が敵だったもんな。5時に帰んなきゃいけないから。来世のステージ何個かまだクリアしてないはずなんだよな。ここは来た覚えがある。あ、危ねえ。ボスまで行ってみないと思い出せないんだよな。あ、この変なロケットみたいなやついたっけ？もうとりあえず壊してるとこは全部壊していこう。これは違うっぽいな。こんな、なんだろう。ケムール星人感のある敵なかったかな、さっき。急にミサアップね。俺このモールは見覚えがないぞ。あ、取れないな。あ、見覚えあった。俺倒したわ、さっき。楽勝って言ってたやつだ。あ、負けちゃったよ。じゃあこのステージじゃないんだな。来世5は。あ、最初からメモっときゃよかった。メモ帳、紙と鉛筆用意してクリアしたステージ。あんま覚えてないもんな。これ倒すしかないもんな。倒して違うステージ行くしか。こいつをだって、ああ、倒すのなってる。しかもやべえぞ、これ深みに泥沼ハマってきたぞ。じゃあ別にあいつに用はねえっての分かったから、ここでワープゾーンを探す方が賢明ですね、多分ね。ちょっとでも怪しいとこは全部、本当はこういうところで出てきてくれたら話は入んだけどな。あった。で、またこの難しい感じか。いや、これはきついっすよ、ちょっと。ほら。ああ、もう。ちょっとあいつすっげえ邪魔、こいつら。これ一回防ぐしかないのかな。クリアし、ダメージ食らわなきゃいけないんだもんな。これまた微妙、また落ちなきゃいけないの、これ。あ、いけた。あれ、もう一個これは無理なんじゃないですか、ちょっと。これより第一段階下降りなきゃいけないって。無理っしょ、ちょっと。どうしたらいいのわかんねえ。これよりもう一個下だと落ちちゃうじゃないですか、これ。ほら。どうやっていくのあれ。さっきと同じパターンだ。いや、多分無理だな、物理的にあれは。ちょっとあそこまでパワーっていくしかない。これ下に発射できないもんな、武器。ただこれ、身長考えたら、作っちゃった、変なの。わかんない。どうしよう。上にはできるけど、下にはできないもんな。でもさっきのギリギリの使ってもだって壊せないし。わかんない。
でもこれワープしなきゃ先進めないしな。これで入れたりしないのかな。入れないね、やっぱり。扉場に出ないと。ほら、わからん。昔どうやってクリアしたんだろう。これいけないやつなのかな。だって物理的に無理でしょ、これ。うまいとか下手な問題じゃないもんな。どうしたらいいの。奇跡的に火の鳥名人が見たりしたくないな、俺。誰かヒントください。無理っす、一人じゃもう多分、ここから。だっていけないんですもん、ワープに。ワープは見つけたけど。どうしたらいいんだろう。マジでわかんねえ。だってこれより下にもう飲み屋作れないから。少ない飲み店で考えてるけど、何も思いつかない、いい策は。ギリギリに作ってもだって無理だもんな。あ、間違えた。だってここに作ったってできないんだから、もう身長考えたら無理だな。これはもうダミーだと考えよう。無理だ、いけない。こっちもいけない。何あのワープ。物理的に不可能なんですよ、持っていくの。ここはまだクリアしないとだったらいいけどな。多分クリアしてんだよな、ここ。やばい、もう積んできた、ちょっと。そう甘くはないか。ここもあったりしないかな。壊せることは壊せるんだけど、別にワープゾーンがあるわけじゃなさそうだな。下手にいったら積んじゃうもんな、これも。ああ、くそ。解決策が見つからん。多分違うもんな。まあでもやらないよりやった方がいいだろう。あとは足場が、作れないな、やっぱ。ダメだな、これ下手だな、この落ちながら作るの。なんでもない時できるのにな。ここか。あ、いけた。あった。けどこれも絶対無理でしょ、これ。なんでなんだよ、これ。見つけるけど、だって物理的に無理なんですもん、あの下壊すのだって。もう鬼瓦は今、ギリ行きましたけど、これ以上下にはできないから。しかも下打ちもできないし、これで。何これ。ファミコンゲームのダメなとこ出てるわ。だって壊しようがないから、これいけないんですもん、だって。うわ、だからこの2つ見つけたけど、いけない、いけつじまいだわ、結局。あれ、ダミーなのかな。ダミーとかあるかな、この時代のゲーム。100% いけないもんな。腕回りなんとかなるレベルじゃないもんだって、あれ。もうボス来ちゃうもんな。また同じボス。ということは、これ倒してもしょうがないもんな。来たことあるしな、来世また。もはやこれまでかな、今日は。もう分かんないんだったな、あれ、やり方が。せめてもうちょい違うとこワープできればいいんですけどね。
あれはちょっと謎解きとかじゃないもんな。あークリアしたかったな。考えながらやってるから言葉が出てこない。どうしたらいけるんだあれを。ワープゾーンなさそうだしな。あれも怪しいな。わざわざこんなとこに作るわけないもんな、あんなスペースを。いけるか。よっしゃ。壊せるけどでも違うのか。ワープゾーンがあるわけじゃないのね。犯人が邪魔だな。違うのか。でもなんか怪しいもんな。壊せるとこ全部壊してみよう。上から下に行かない。あいつらが邪魔だ。ここは壊せんの分かるんだけど。間違ってんな。残念。くそ悔しいぜ。あれいけた。くそ無駄にダメージ食らったー。ないもんな。足場ギリギリワープゾーンあってもきついもんな。どっかにないのかな。あそこになんかあるけど宝箱死んじゃうもんな、落ちたら。ワープゾーン以外邪魔だこいつら。またこれモアイのやつだ。さっきの見たことある。これ違うのよね。クリアはしたけどこれは多分持ってるやつなんですよね。ほらずーっと永遠あそこの端っこのやつやってる。隙間顔が出てこない。どの面クリアしてないんだ。この面もクリアしてるもんな。真新しい面にここ30分ぐらい来てないんだよな。目標として面にはいけないし。ありがとうございます。UMM さん、頑張れ。すごい上手ですね。家族で見ています。ありがとうございます。家族で見ていただいて応援していただいてるんですけど、今ちょうどピンチのところになってますよ、今。すいません、家族で貴重な時間を。おじさんが20年前のゲームやるか動画見てもらって。あれ、ここ行きましたっけ。そっか。こっちからじゃ無理なんだ。いけるか。メンアニメさん、ハロー、ハロー。サワディーカープ、そしてハロー、こんにちは、どうも。今、オールドゲーム、ジャパンオールドゲームやってます。なんだこの位置は。ここ行ったかな、ワープゾーン。あれ来たらヤマト5来たかな。あれずっと同じとこを永遠ループしてるよこれ。
これだって仏像のステージですよね、多分ね。違うんかな。そうだ、これ。じゃあここ一回クリアしてみるしかないですよね、このステージ。だってもうこれ仏像を動かしてワープゾーン行ったところでまた同じとこ行ってまた同じ繰り返しですからね。ハゲ邪魔だ。くそー、左手がやばい。ちょっとこれ、この人ら倒してもね今しょうがないんで。であいつかよ、フリーズハニャ。しかも倒すの結構難しかったんだよな、この人。結構早い段階で取られた。よし、倒したけどなんですよ。もう何にもくれないわ。ここもクリアしたんですよ、多分足場落ちるところ。ということはここでワープを見つければいいのかな。ワープしてなかったような気がするのよね。だボスは多分倒してるんでしょうね、多分。ワープっぽいのあったかな。同じシーンを延々せっかく見てくれてる方に同じステージずっと見てもらってもしょうがないもんな。進展がないとね、ちょっと。でもワープっぽいとこないんですよね、なんかいけそうなところが。気抜くとこうなっちゃうんだよね。もうステージ6もいろいろ思い返しながら今ゲームプレイしてるんですが、どこでどうワープしたか覚えてないんですよね。危ねえ。今思い返してみたんですけど、ちょっと思い返しながら喋りながらプレイがすげえ難しい。同時に3つやんないといけないんですもんね。まだ行ってないステージなかったような気がするんだよな。この辺になっちゃうと変に難しいから、ちょっと気抜くと死んじゃうし大変ですよ、ほんと。土曜の夕方に。ここボス到着してもこの人でしょ。だってこの人はもうさっき戦ったんですよ。意外ともう攻略法も分かったし、倒すのは別に簡単なんですよ。倒すのは簡単なんですが、クリアしたとこでなんですよね。ここも来たな。1時間半ぐらい前に。ここはワープしてないはず。ここでワープゾーンを探せばいいのかな。ガオがこんなスムーズな動きをするなんて思ってませんでした。そうですか。これ結構ガオ練習するとスムーズな動きになるらしいですよ。って言ってるそばからなくなりになりましたけど、下行くとこれ可能性を今全部試してみるしかないもんね。この壊せる意味が分かんないんですよ、本当に。ちょっと一回行ってみていいですか。ここワープゾーンじゃないから死んじゃうしかないな。ゲームオーバーって言われてもちょっとこいつら無視してあそこまでは行きましょう。
ああ、もう完全に今積んでる状態だ。ワープゾーンが全然わかんない。また永遠にずっと俺はこのゲームやり続けなきゃいけないのかもしれない、一生。なんか世にも奇妙な物語でそんな回ありましたよ、なんかね。ゲームハマって、なんか親とかにもうるせえババアみたいな。で、現実世界に戻れなくなって、異世界でずっと同じゲームを永遠とクリアしたの最初から、クリアしたのと最初からやり続けるみたいな回があったの気がする。今そんな状態になってるのかもしれない。うー、こういうとこにあったらいいんだけどな。ないよな、そんな簡単に。なんかボスっぽいもんな、このスペース。こいつも倒したんですよね。激弱ボス。世界で一番弱いボスじゃないですか。やばいよ、クリアしても全然よっしゃって言えない。またステージ1に行っちゃったよ。でも東大無と暮らしでステージ1ってワープしてないんですよね。変な顔でけえやつだからボス。ステージ1でワープがあったらワープすりゃいいってことですよね。あるかな、ステージ1からワープって。なかったらステージ2にまた行って意味ないもんな。こういうとこなんかあったりしないかな、ワープゾーン。ステージ1でワープしたら多分ここでしたっけ？あ、じゃあ壊せはするけど別にワープじゃないんだ、これは。1アップがあるのはもう分かってるんですよ。1時間半前に喜んでたから。今、これじゃ満足できないんですよ、もう。誰か助けて。分かんないよ、もう、私。嫌だよ、永遠とずっとこのゲーム一生やり続けんの。こういうとこにあったりしないのかな。ステージ1やでテンション上がったはるか昔のように感じるもん。ほんともう時空ねじ曲がってんじゃねえかな、もう。おにぎりはもう腹いっぱいだよ。このまま順調にいっちゃったらボスいっちゃうよ。だったこれはボス。変な顔のやつ。この攻略法やったよ、さっきも。で、ここで、ここに登ってやったらいいんですよね。だいぶ昔やったよ、これ。このシーン。2回目見せられたので。わかんねえ。同じステージ一緒やってる。ステージ2逆にクリアしたかな。これワープしちゃったんですっけ、俺。この辺でワープしてみましょうかみたいなこと言ってたかな。ここや、ボスこんなボスなんだったっけ。いや、ボスこれ2面も簡単ですねみたいな話してたんだよな。ゲームを選ぶ良いセンスが多い。夫さん。ご夫婦。あった。センスの良い夫さん、助けてください。これどうしたらワープできるんですか。だってこれ、まあ死ぬのは前提でいきますね。ライフせっかく取ったのに申し訳ないな。いや、これ系無理だわ、ちょっと。だってこういうことでしょ。横に足場を落ちながら作んなきゃいけないんです。無理ですよ。これが今のができたところでなんですよね。今のをやりたいんですけど。落ちながら瓦作るっていうテクニック。子供の時やったけど、そんな、やんなかった。こんなに、なんだよって言った覚えないんだよな。かといって小学生の時にそんなうまくできるはずないし。あいつね、こいつったかもしれない。どの道無理だもんな、あそこ。こういうとこから探すしかないもんな。ああ、来ちゃった、ボス。ちょっと一回死にますね、ごめんなさい。さっきの人は諦めきれない、ちょっと。あれ、途中からか、これ。おいおいおい、こっからかい。
いらないよその親切機能。これ覚えあるもん。あれどうだろう、取ったのかな。いやだってあと3つから変わんないもんな。ヤマトさん、あれこれクリアしたか、ここ。逆にこの辺でワープしてんじゃないですか、私もしかしたら。実況しながらさっきまでのプレイを振り返る機能とかあればいいのにな。あったとしてもどうやって見るんだよ、それ。やべえよ、もう2時間ぐらいやってるんですけども、ちょっと。アーカイブでやってる、見てる方、ここ30分ぐらい早送りして大丈夫です。ずーっと同じことやってるんで、ぼやきながら。しかし外は雨。空も泣いてら。なんだよこれ。あれでもこのシーンは見覚えないぞ、狐にこんな襲われてる記録が。記憶でございませんよこれ。賭けだな。秋模様のボス倒したことないもんな。あれこれボス倒してないのよ気がするぞ、ここの東大元暮らしで。試しに行ってみっか。うわクソみたいなミス。0点のミスだ今。せっかくライフ満タンになったのに。ホタテを取ってライフを増やしておかないとゴリ足が通用しないんですよ。あ、ワープゾーン難しいので私もできませんでした。そうなんですね。ということはじゃあもうこのゲームクリアできないかもしれないです。あーただ確かにこのステージでボス戦った記憶がないんですよ。だんだんゲームやりながら記憶飛んでくるっていうのになってますね。そして左手の親指が超痛い。いや多分ボス倒してないこれ。こんな凹凸のとこ行った記憶ないですもん。あ、なんだよもうちょっと気抜くとこれだ。ちょっとこのボスだけって判断しよう。くそ、しかも適度に難しいわこの面。適当に進めない感じになってるもんね。とにかくおにぎりとホタテ貝が重要ですから。確かに記憶にないような気がする。それとも記憶がぶっ壊れてるのかもしれない。あの赤いやつが勝手にはまってバカだなって言ったのは覚えてるんですよ。2時間ぐらい前にあいつ見てくださいよバカですよねって言ってた記憶はあるんですよね。ボスのやつね多分ね。来たわさっきこいつ苦戦したやつだ。もういい、ゴリ押しだ。もう無理だ、わかんない。ここも来たような気がする。ほらこれ何回もやってる気がする。もはやここまでか。ボスが倒せないとかじゃなくて先に進み方がわかんない。くそ、あとちょっとだったのにな。悔しいな。物理的にクリア不可能だもんな。多分これも恋がいっぱいいるから集中力も切れてきたし、もうちょっと今日は諦めざるを得ないかもしれないな。
あ言葉少なくなってきたわ。俺も倒してるんですよ。もうボス攻略動画集だけ作ろうかな。もう本当になぜかこれは痛い痛い痛い。ボスの倒し方を覚えて、ほらずっと同じとこ来てるもんこれ。ああもうきついわ。ちょっともうクリアできないな。確か太古の3少し前ワープがヤマト8に行けます多分ですが、おっとありがとうございます。太古の生き方が分かんない貴重な情報ありがとうございます。太古、まあ、昔のとりあえず行きゃいいんですね。太古どうやって行ったっけな。ライフがやばい。ライフ無視しすぎた。ハゲに殺されてしまうなこれ。もう一回仏像をしてむずいな。昔のゲームやっぱ理不尽、ヒントが少なすぎるんですよね昔のゲームってマジで。マジでどうやってクリアしたんだろう昔。もう一回だこっちダメージ覚悟で行くしかないのにな。このゲームですね、今 Amazon でなんと1万円で売ってるらしいですよ本当に。出品者僕じゃない。あ、もうこれもうダメだ。クリアできないからもう売ろう Amazon で1万円で。それで飯食いましょう。みんなで飯食う配信やりましょう。1万円で売れるんだったらもうどうせクリアもできねえし1万円なんだ。今の1万円僕からしたらもう世間で10万円と一緒ですからね。収入ないんですから。なんだよく考えたら収入ない40のおじさんが昼間からファミコンやってるって。そんでワープが分かんねえとなんだよ。あー、太鼓さん太鼓さん太鼓さんですよね。あ、ただ太鼓さんのその今 YMM さんが来世1からワープした太鼓に少し太鼓さんですねこれ。ただ今その YMM さんがおっしゃってるワープがさっきの僕がこれ絶対物理的に無理でしょうってワープだったらお配信やめましょう。いけねえですもんだって。多分そうです。ごめんなさい。せっかく情報いただいたのに。多分その先なんですよね。ここだったかな。違う、もう一個先かな。これですよ。ここかよ。一生行けないとこだこれ。そうか、情報ありがとうございます。しかしここはだって物理的に無理なんですもん行くのが。落ちながらこう作ったとしてもだってだってこの上にしかできないわけだから。このソフトのどこが1万円だ。不可能じゃんクリアこれ。今さっきまで失敗してた鬼瓦を作ることに成功しましたけど、どっちみちだってこれ届かないんだもんだって。でここでほらまだこれだと上を押したら入れるんですけど、上を押してもこれ入れないんですよねここから。でもこの多分 YMM さんが言ってくださってる情報の太鼓さん、ここ太鼓さんのステージでワープ、そこに入れば太鼓のヤマトの8、ヤマトの8は多分確実に行ってないんですよまだ。けどここに入れ、どうやってあれ壊すんだろう。
頼むよ、コナミさん。だってここから動くこともできない。で、こっちも壊れないってことは、向こうから壊すこともできないし、どうすんのこれ。ちょっと先行くしかないなぁ。だってこれ無理だもん。でもこれクリアしたら意味ないもんな。この面クリアしても、結局、いただいた情報によれば、ヤマトの3、ここ今ヤマトですよね。ヤマトの3から行くしかないから、違う面行ったところで意味ないんですもんだって。これちょっとボスまで行っちゃったらちょっと、ここは何？ただ壊れるだけ？夜空が消えるだけ？星空が。ちょっと亀ぶち殺して。ただこれやった扉出てこないもんな。これは1アップか。1アップはありがたいけど、1アップしたとこで無限ループなんだよな。どうやっていくのよ。もしやこれクリアできないゲームなのかな、誰でも。こういうとこはいっぱいあるけど、だって物理的に不可能な場所にワープがあるんだよな。そこじゃないですか？ボスの前ですか？ありがとうございます。ボスの前。怪しいぞ。くそ。あそこじゃないか。ボス。くそ、足場が。ちょっとボスの前まで行きましょう。じゃあ手前の物理的、だって物理的にマジで無理だもんな、あれ。高橋名人で無理だよ、あれ。橋本名人でも、毛利名人でも。ってことは小泉名人で無理ですよ、完全に。適当にやりすぎたらダメなんだよな。それはちょっとボスの手前まで急ぎましょう。行き過ぎちゃったらもう一回自害すればいい話ですから。もうさっき超えたもんな。ここも違うんですよね。適当にやりすぎた。ちくしょう。こんなところでさっきも知らなかったのに。ボスの前まで行けば道は開かれるはず。さっきのとこは絶対無理だもんな。おにぎり。ちょっとやばくなってきた。しゃがんでジャンプ、しゃがんでジャンプで下のブロック崩せます。今度兄貴ありがとうございます。しゃがんで本当だ。お兄さんありがとう。本当だ。なんだこのシステム。どういうことだ今の。ちょっと見た目前まって、例えていいけど例えれないやつ思いついちゃった今。この動き。これ。ひげ生えてるおじさんがこれ。でも、ちょっと待って、今のを踏まえた上で。開始2時間にしてこれ動きを教えてもらった。ありがとうございます。でも先過ぎちゃったんだよな、こっちの方。
でも今の使ったらでもワープのところそれ知らずにやってましたね。ほんとそうですよ。今教えてもらわなかったら多分一生知らなかったかもしれないですもん、多分。そんな技あったんだ、知らなかった。お兄さんもしかしたら僕と同じぐらいの年かな、もしかしたら。やばい、ちょっと死ぬ確率が増えてきた。さっきステージ3で1回目見つけたけど、ほぼ知らなかったのに。もうマジでこういう情報なかったら無理だったな、一人で。もうとっくに配信やめて、感触起こして。飯でも食ってるとこですよ、ほんと。もうダメだ、ちょっとミスが目立ってきてる。集中しないと。誰か代わって。知らねえ体重連れてきてやらせようかな、無理やり。でもそれで急にこれやられたらムカつくしな。知ってたんかいっていう。ダメだ、本当にちょっと、集中力が。ゲーム疲れ。如実にボンミスが目立ってきてる。変わりたい。変わってほしいぐらいです。皆さん日本在住でしょうか？昔だったら今からタイ来てくださいって言ったんですけど、ご時世的に今タイに来れないんですよね、日本から。ドメちゃんだ。ドメちゃんこんにちは。変わってください。このドメさんはバンコク在住ですよね。変わってください。時給1000バーツあげます。ドメさん、もし火の鳥したら情報ください。これですよ。ちょっと待って、こういうこと？そういうことか。有名、同い年です。倍。40ですね。とめちゃん、残念ながらタイです。いや、タイでいいんすよ。タイだってやってるんですから、これ今。やっといけた。こういうことか。それはいけないですよ、僕今まで。今、リアクション取りすぎて、ステージ何か見てなかった、今。マジで。ドメさん、これ、代わりにやってほしいぐらいだわ、ちょっと。疲れちゃいました、私も2時間ぐらいやってるんで。ちょっと1回だけね、コメントを。ステージ、太古の3から、これ、ヤマトの 8？ ね？ヤマトの8からまたワープするのかな？多分ここはね、クリアしてるから、ワープゾーンを探すのが先決ですかね。ありがとうございます。マジでこのアドバイスがなかったら無理でした。とめちゃん、来世。来世ですよ、これ。今、この来世とかいろいろ言ってましてですね、ここからまた新しいステージに行けるという、新しい技を見つけたんですよ、今。ということは、もう一箇所ぐらいなんかあったんですよね、さっき僕は。これどうやって行くんで、物理的に無理だろうって言ってたとこはあったんですけど、その2つが攻略の鍵だな、もう。このブロック崩しもやってない気がする。もうちょい先のところだし間違えてます。マジっすか？すいません。じゃあこのクリアステージはもうクリアしちゃっていいっていうことなのかしら。じゃあここはもうちょっとワープゾーン探すのを諦めてクリアすることを考えていきましょう。よかった。さっきまでずっとでっかい独り言言ってたのに、皆さんなんかコメントを書いてくれるおかげで、やっとなんかゲーム配信っぽくなって、おいなってきましたね。
お、クソリティアのがいっぱい来たぞ、おい。もうあい。ヤマトの8ですね、ありがとうございます。ほら、ずーっとあれ、同じやつやってんすよ。気づけよ、ガオンも。来世にってだいぶ先じゃねえか、そしたら。よっしゃ、じゃあここからも、いかに素早くクリアするか。しばらく。って言ってるスバから死にそうだ。ヤマト8まで行きましょう、ちょっと。あ、来世か。もう来世とヤマトと過去の区別もつかながってる。じゃあここから先はちょっと、とりあえずワープゾーン探すのはやめて、いかにすぐ行けるか。うわ、ダイオウコブゾウムシが邪魔。もう強引じゃい。行ったれ行ったれ。あれ出れないよ。あ、これを知らなかったからさっきまでこれでセレクトボタンを押して自害してたんだ、さっきから自殺。そうか、ちゃんとこれできるようになってんだ。このスライムが邪魔だから倒して。そっか、全ては己の無知だったんだ。邪魔だな。やべ、瓦がなくなってきた。危ね。ああ、危ね。おにぎりが欲しい。山下清ぐらい欲しい。鏡はいらない。あとこれ、ああ。やべ、ライフの考えてなかったぞ。ああ、くそ、今のおにぎりあったのに、あの3つのところに。なんか変な行動しちゃってる今。今はいらないのよ、おにぎり。さっき欲しかったな。そっか、重要なテクニック忘れてたんだな。しゃがんで、ブロック移して。このね、とりあえずホタテだけ取ってきゃいいんですよ。ボス。あ、ここからいけないのか。あ、やべ。こんなところで手こずるわけにいかないのよ。ポンポンクリアしないと。そう、羽完成したってだいぶ前に言いました。3。でも素早くいきましょう。あぶねえ。集中しよう。もう壊れるのも無理しだな。先に、あ、くっそ。死ぬ率がすごい上がってる、やっぱり。昔は永遠ってやってたもんな。大人になった今はずっと永遠とゲームやって怒られないからすげえ嬉しいですね。逆に応援してもらえるって最高ですよ。小学校の時の自分に聞かせてあげたい。何年後かにゲームやって怒られないの応援してもらえるよ今度はって。あの頃はだってこんなゲームをこんなね世界の皆さんと共有して楽しむことなんかできなかったわけですから。すげえ時代ですよね、ほんと。ゲーム配信って簡単に言ってますけど、それなりにむずくなってんな。おにぎりが欲しい。おにぎりと瓦が不足してきたな。おっしゃが危ねえ。もうすぐねボスですから。すげえ邪魔。あ、こいつ見たことない。おらやったろ、おらおら、よっしゃ。これ多分倒してないやつですよ。ほら、あ、違うか。そうだ、ほら、
あと2個。やっとだよ。やっとだ。見えてきた。見えてきたのにトイレ来て、ちくしょう。ケムール星人、とりあえずクリアすることをもう優先にしましょう。ワープゾーンを、あ、このステージも初めて来た。見たことないもん、この水。タイに住んでる人しかわかんないけど、なんだっけ、あそこ。あ、出てこない。ど忘れした。ホアヒンの入り口にある女神の像みたいなやつ。このステージは完全に初見だわ。あれだ、ワープゾーンを探しながらやんなくていいってすげえ楽っすね。クリアするだけが楽になっちゃってるよ、もう。2時間もやってっから。何回も死んでっから別に。あ、楽ではなかった。それなりにだって普通に考えたら来世4って結構難しいステージですからね。ただ他のアイテムとかもワープは探さなくていいから、それだけでもすごい楽だな。こういう裏技使っちゃえばいいんですもんってね。あれあれあれやっちゃってるよ私。ずるいことするとこうなるんだ。やべえ、クリアできねえこれ。ハマっちゃった。なんじゃこの、なんだこの状況。困った時のセレクトボタン。調子乗りすぎるとこうなっちゃうんですね。頑張って。ありがとうございます。頑張ります。あ、なんだ今のボス。あぶねえ、これセレクト、ああ、なるほど。これ壊していって、さっき、セレクトなかったらもう完全にあそこで終わってましたよ、私。ということは、これも絶対、鳳凰のやつ、覚えがないんですよ。これ、こんなことを作業した。ということは、あ、変なの来た。ということはですよ、さっき残り3つだということは、あと1つあと1つまさかクリアできるか。もしかしたら、あと1つでクリアだ。ということでね、今日のゲーム配信ですね、ここで終わりたいと思います。そんなわけにはいかないですね。地獄のタイミングでやめてみたいけどな。なんだこの音。クリアするだけが目的になったら急に楽になるって。別にただね、体力はあった方がいいからホタテは欲しいんですよね。あ、お前に用はない。これマジでお兄さんのですね、ジャンプこれやったらブロック崩せるってなかったらこれクリア無理でしたね。マジでありがとうございます。あれなかったら未だにうだうだ言いながらやってましたね。それかもう寝てるかどっちかですよ。多少強引に行ったねもう。なんだ食らうのか今の。あ、危ねえ。早く進んでるけど適当に言ってるわけじゃないんですよ。ちょっとおにぎり1個欲しいな。あれおにぎりで、ダメだ。よかった、おにぎりだ。こいつはもう倒し方分かってるからここでゴリ押しで、これはクリアしたことあるの分かってるんですよ。あれ ?1 になっちゃった。あれヤマトの 8？ あれあと1個なのに。ヤマトの 8？ ってことでヤマトに戻るってことですか。
あとヤマトだけですけど、頑張ってありがとうございます。それは大変だけど、大変なんですね。もう一回ラストスパートまで5分間な休憩しようかしら。ちょっと5分だけいいですかね。ちょっと集中力高めたい。ここはなんだ、希望の光が見えてないな。あくそ、ちょっと一回休憩します。5分間だけすいません。あーしかもなんでこれすいません。
さあ戻ってまいりました。いやもう2時間55分もやってんのか。あ、見えますか。それじゃその配信ソフトに起動した配信ソフト一番 Google のやつここに下のタスクバー配信をつけるんです。大丈夫です。さあすみません、お待たせしました。ちょっと今リフレッシュしたんでちょっと一気に休憩。すみません、野見さん帰ってきました。下子さん、来世1から太鼓、おおすげえ、ありがとうございます。これはもらったな。めっちゃ調べてくれてる。大勢1からこの面がどこなんだ。もうここまで来たらクリアするしかないでしょ。これ無限コンティニならありがたいな。これコンテニ5回だけとかだったらもう終わってますからね、私。処理落ち。マジでこれ皆さんのおかげですわ。もうライフ1しかないのにすげえ邪魔、あいつら。くそ、こんなとこで終わってる場合じゃないんだよ、もう。ああ、急ぎすぎなのかな。ボンミスがおにぎりが欲しいな。いや今の嘘でしょ。ちょっと落ち着いていこう。結構戻されるんだな。あいつらが邪魔なんだよな。あいつらのせいで絶対食らうんだよな。こいつらのせいで鬼瓦すげえ無駄にしないといけない。あーくそ。おい、さっきの橋の下？え？ということは自害。あ、一回ゲームオーバーになっちゃう。あ、来世1。あ、来世1だよ。今、確認する意味でもよかった、今。来世1だ。すげえ。リアルタイムで攻略本だ。すごいな、こうやって。昔は友達と集まんなかったらこうヒントもらえなかったけど、今はネットでこうやリアルタイムで、多分日本の方ですかね、この方は。日本からのメッセージが来てる。攻略情報が。橋の下ってこれでしたっけ？これかな？この下じゃないですよ、多分ね。じゃないか。あそこから行けないもんな。あれ？さっきのところか？来世1から太古2にワープだからな。でもこれクリアしてもしょうがないのか、来世1を。もう一回死んでみる。あれ？橋の下、もしかしたらすげえ難しい足場作るのかな。あの宝箱の向こうとかじゃないもんね。いけないもんな。
あれ関係ないもん、宝箱は。怖えよ。こういうこと？今のとこ壊すんですか？今のとこ壊す？じゃあもう一回死ぬしかない。あ、これ壊れるのどっか。宝箱ですか？ああ、普通。あそこまで行かないと。ここかな？あ、違うか。あ、違うか。橋落ちたとこの岩を壊す？橋落ちたとこの岩？あ、こういうこと？あ、本当だ。こんなもん絶対ヒントなかったら無理っすよ。ありがとうございます、シュタコさん。俺絶対無理でしたわ。で、これは多分普通に太鼓2にワープして2、3、1、2をクリアして、太鼓3、太鼓3か山田8。じゃあまだこいつら。おにぎりだけ欲しかった。邪魔だ邪魔だ。危ね。でクリアして、おし。邪魔だなこいつ。ボスかな。これ強いやつだ。お前に用はないんだ。もうそのまま太鼓に向かってください。ありがとうございます。これもじゃあクリアすることですよね。この面も太鼓に。そう。これさっきのワープしとくか。ここです。何回もやってるステージだこれ。懐かしいな。もう今となっては。うわなんとなくお手のもんだな。亀が邪魔、相変わらず。よかった、一回休憩すると集中力は全然違うわ。邪魔だ邪魔だ。カップね。うわもうほんと亀がマジで邪魔だな。これかボスだ。嘘だよ。
こんなところ死んでなかったのに。上から行った方がいいな。でこれクリアしたからあと1個なのよ。分かってんのよ。顔、最後顔だけちょうだい。太鼓の1、2だから、ここと次の、あおい、いきなり死んだ。1、2をクリアすればいいんですよね。もうこの壊れてない11、一喜一憂しないぞ。邪魔だ、カメ。強引に行ったれ。ああ、危ね。危なくな、ああ、結構死んだ。まあいいや。クリアできない面じゃないし、絶対。お、1アップ。ラッキー。よいしょ。よいしょ。いいペース。だから調子乗るところ穴で落ちるんでね。ほら。穴さえなければもっとスイスイいけんのに。周りやっぱ横スクロールアクションはね、穴があるときついんですよね。有無を言わさず一発死んだからな。即死。どんだけ高えのか分かんないけど。でこれはとっとと取っちゃいましょう。で下子さんによりますと、今クリアしたからあと2をクリアして、太鼓3から大和8にワープするんですか。ってことはあとここ太鼓にここクリアすればいいんですね。見えてきたゴールが多分時間ない。ドン。鬼瓦もあるし体力も増えてきてるから。なんだいカメ、ほんと。おい。慎重に行けるとこは慎重に、バーッと行けるとこはバーッと。あ、墓穴折った。ボスかな。またこいつ。ああ、こんなやつで負けたくねえからな。ボスがボスじゃなくなってる。こっからヤマト8にワープ。ここは慎重に行こう。さっきの多分壊すとこでしたっけ。どっか多分ワープできるはずなんだ。違うか。ありがとうございます、タコさん。ボスの前の氷柱の中ですね。ありがとうございます。すげえ、下子さんなら YMM さんとかみんなのおかげで。世の中捨てたもんじゃねえな。
集中するために。ここじゃないですよね、まだ。目標中じゃないんですよね。これかな？ボスの前だからもうちょっと先だろうな、ちょっと。多分。あ、怖い。間違えたら違うとこ行っちゃうもんな。ボスの前の、でもこれ標中、あれこれ違うとこ行ったっけ？先行ってみようかな、じゃあ。あ、あそこじゃなかったよな。あそこ違うとこ行ってた気がするんだよな。ここじゃないですよね。あ、違うな、多分。いけないもんな。そこじゃないんですね。あ、すいません。ありがとうございます。すげえ慎重になってる。ここも違うっぽいな。ここじゃないもんな。でボスの前、あれどの辺だったっけ？あー、怖い。一回壊してみよう、怖いからちょっと。あ、ないか。あ、ちょっと。くっそ。あー、ここはパッパといっちゃいましょう。おい。みんなが止まってる間に。あ、ちょっともう。あれ、なんかおかしいぞ。ちょっと黙ります。まだ1機しかないんだよな。でもいけないと決まったわけじゃないし。もっと先か。ゆっくり確実に。おにぎり。ここもね、ゆっくりいかないと。もうちょっと結構来たぞ。これじゃないもんな。一応壊してみよう。あ、違うわ、やっぱ。結構中盤来てるんだよな。チャップね。あんなボンミスはしたくない。こういうとこかな。あれこっち違いますね、さっき。あ、違うわ。下からジャンプすると死ぬ確率高いから。おにぎりあったらいいでしょ。この下気になるな。こっちなのかな。あ、違うだろうな。標中だもんな。こういうとこかな。違うな。こっちから壊れるとかないのか。これかな。もうボスっぽいもんな。で、教えてもらった技で。どこ行ってんだよ。これなかったらマジ無理だったわ。でもここしか考えられないもんな。白くなるところ。あれ
あったー。ここでいいはずですよね。あ、8だ、やった。うわ、難しそう。やべえじゃん、このステージ。うわ、気持ち悪い。気持ち悪い。酔う。これ画面の揺れを止める技とかないんですかね、裏技。気持ち悪い。なんで揺れてんだよ、こんな。気持ち悪い。プレイしづら。おいおいおい、おやねえぜ。なんだよこれ。音もちょっと違うし。どういう状況なのこれ。火山。いや、いらねえよこいつら。今までの敵総出演じゃないですか。あれ穴かなこれ。危ね。おい、総出演はいいけど恋は出てくんなよ。もう邪魔だから。こんなやつ初めて見たぞ敵。これでクリアもしかして。あ、一人、あれラスボスとかいなかったっけ。あれやったー、クリアしたーまさかクリアできるとは。3時間17分かかってる。やったー、火の鳥クリアしたー。テストプレイだと思ったテストプレイじゃなかった。クリアできた。というか皆さんのおかげですよ、ほんと。下子さん、ドメスさん、YM さん、のりこさん。いや、エンディングはね、また各自見てもらうことにしてですね、ちょっとネタバレになっちゃうんで。いやー、火の鳥。昔3000円してたから自信あったんですけどね、まさかクリアできるとは思わなかったですよ。しかも今だから言いますけど、僕、この後ちょっとまた用事が、仕事がありましてですね、時間制限やったんで、マジでギリギリでクリアした、本当。あと10分、15分か。ダメでした、本当。とめちゃん、パチパチ8888、ありがとうございます。やった。まあこんな感じでね、またファミコン配信やっていきますんでですね。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、面白かったですね、火の鳥。今なら、もう一回言いますけど、今なら Amazon で火の鳥1万円で買えますんでですね、皆さんよかったらこのプレイを参考にして、皆さんご購入してみてはいかがでしょうか。というか、これ1万円で売ります。もうクリアしたんで。じゃあですね、次回またね、ちょっと多分変えようかわかんないです。月曜ぐらいにやると思うんですが、一応候補のソフトがですね、このボンバーマンとスパルタン X ですね。あとはまあツインビーとかですね。これちなみに木村くんのツインビーですね。で、忍者服部くんとかね、他にもいろいろラインナップございますんでですね、もしよかったらこのコメント欄の方にもですね、ぜひ皆さんコメントの方をぜひ見てください。ということでちょうどいいタイミングで缶が来ましたということで、缶でございます。皆さんご視聴いただいた皆様、コメントいただいた皆様、本日はどうもありがとうございました。またこちらのゲーム配信の方でお会いいたしましょうということで、サワディーカップでございました。コップンカップありがとうございました。またいつか。